ねえ先生、今タイムラインの再生をしてるんですけど、BGM が再生されません。これはバグですか？そんな時はプレビューパネルを確認してみましょう。プレビューパネル？普段全然触らないパネルですね。まあプレビューパネルは知らなくても困らないことが多いですからね。マルさんは普段タイムラインを再生するときにどうやって再生してますか？10キーの0キーを押して再生しています。プレビューパネルでは再生のショートカットの設定を変更できます。ではショートカットを0キーに切り替えてみてみましょう。なるほど、やはりここの設定が原因ですね。0キーの設定のスピーカーマークがオフになっていますね。これは0キーで再生した時オーディオを再生しない設定です。右上の矢印マークを押しましょう。このボタンでデフォルトの設定に戻すことができます。もともと0キーのデフォルトの設定はオーディオがオンになっているはずです。私全くここを触った覚えはないんですけど。知らないうちに触ってしまったんでしょう。よくあることです。そもそも再生のショートカットってこんなに種類があるんですか？意外に知られていないですよね。有名なところでは0キーとスペースキー、あとはオーディオのみの再生に10キーのドットを使用するくらいですね。その3種類のショートカットはよく使われていると思います。実はその他に再生のショートカットはこの7種類を設定して使い分けることができます。では10キーのドットを使用してみましょう。このようにオーディオのみが再生されます。ここでショートカットの設定が編集できます。目玉マークのビデオの再生がオフになっています。だからオーディオのみが再生されるんですね。その通りです。このようにデフォルトの設定がビデオオフに指定されているだけです。ここで目玉マークをクリックしてあげればドットでもビデオが再生されるようになります。なるほど、全然知らなかったです。これからプレビューに関する不具合はここをチェックするようにします。せっかくなのでプレビューパネルについて解説します。ぜひお願いします。設定するショートカットを0キーに切り替えます。では順番にボタンの説明をしていきます。先ほども説明しましたが、この矢印はデフォルト設定に戻すことができるボタンです。目玉マークはビデオの再生、スピーカーマークはオーディオの再生、その右の四角のマークはガイドやハンドルのプレビューです。ガイドやハンドル？画面をカスタムビューに切り替えますね。このカメラやライトの表示のことです。オンにすると表示をしたまま再生してくれます。カメラやライトなどを表示しながら再生するにはここで設定するんですね。その通りです。よく聞かれますがプレビューに関する設定なのでここで切り替えられます。コンポジションパネルの表示オプションで表示する要素を設定できます。ここでチェックを入れた要素を表示しながら再生できるということですね。そして一番右の矢印のマークはループ再生のオンオフです。オフにすると1回だけ再生して止まります。その下の再生前にキャッシュはレンダリングしてから再生を行います。この機能を試すためにもう少し重いコンポジションに変えます。では再生前にキャッシュにチェックを入れて再生してみましょう。するとこのように再生前に一旦レンダリングをしてくれます。この緑のゲージはレンダリングしてキャッシュをラムに保存した状態です。簡単に言うとレンダリングを事前に行うため正確でスムーズな再生が可能になります。キャッシュを削除します。では今度はチェックを外して再生します。すると再生とレンダリングを同時並行して行います。こちらの設定の方が普段使われていると思います。その下の範囲という項目は再生する範囲を指定します。今ワークエリアになっていますね。ワークエリアとはタイムラインで指定したイン点とアウト点の範囲です。このバーの間ですね。範囲をワークエリアにしているとこのバーの間を再生します。ワークエリアと現在の時間ではインジケーターの位置も関係してきます。インジケーターの位置ですか？この現在の位置を表す青いラインのことをインジケーターと言います。例えばこのようにワークエリアの前にインジケーターがあるときに再生します。するとインジケーターの位置からワークエリアのアウト点までを再生します。そしてこのようにワークエリアの後ろにインジケーターがあるときに再生します。するとワークエリアの開始点からインジケーターまでを再生します。ちなみにワークエリア内にインジケーターがある場合はワークエリアの範囲を再生します。インジケーターの位置が絡んでくるわけですね。デュレーション全体はタイムライン全体を再生する設定です。
最後に現在時間の前後を再生は選択するとウィンドウが表示されます。ここでインジケーターの前後何秒を再生するか指定できます。上がインジケーターの前、下がインジケーターの後です。今の設定はインジケーターの2秒前からインジケーターの2秒後を再生します。インジケーターを5秒の位置で再生します。すると3秒地点から7秒地点を再生します。こんなことができるんですね。その下は再生開始位置を範囲の先頭か現在の時間か選択することができます。その下では再生時のフレームレートを指定できます。その右のスキップとはフレームを間引いて再生できます。その右は解像度を落として再生することができます。その下のフルスクリーンにチェックを入れるとフルスクリーンでプレビューができます。再生します。このように全画面で確認できます。チェックを外します。その下は停止時の設定です。説明の前に一旦キャッシュをリセットします。キャッシュ中なら再生というのは停止した時に再生範囲がキャッシュ中の場合、停止せずに頭から再生します。キャッシュ中はまともな再生ができないので停止時に改めて頭から再生してくれます。これをオフにしてみましょう。するとキャッシュ中でも0キーで停止すればそのままプレビューは停止されるようになります。その下の時間をプレビュー時間に移動というのは停止した時のインジケーターの位置です。これにチェックを入れていないと停止した時に元の位置にインジケーターが戻ります。これにチェックを入れると停止した位置にインジケーターが移動します。なるほど、今謎が解明されました。再生する時のスペースキーとゼロキーの違いはここの設定の違いだったのですね。その通りです。ゼロキーの設定をデフォルトに戻します。もともとゼロキーは範囲の先頭から再生され停止するとインジケーターが元の場所に戻る設定になっています。ショートカットをスペースバーにします。スペースバーはインジケーターの位置から再生され停止するとその場にインジケーターが残る設定になっています。なるほど。普段使い分けていますけどここでカスタマイズできるんですね。そうです。最大で7種類の設定を使い分けることができますね。最後になりましたがこのプレビューパネルの一番上には再生に関するボタンがあります。再生停止ボタン、コマ送りボタン、最初と最後のフレームのボタンが用意されています。ちなみにこのボタンを使った時のプレビュー設定はすぐ下のショートカットの欄で選んでいる設定が使われます。なるほど。プレビューパネルについては知らないことがたくさんありました。